皆さん、夜に、お忙しいところありがとうございます。所さん、あれ、こんなメガネ持ってましたっ老眼鏡です。けということでですね、今日は、いつもテレフォンショッキング形式でホストの方がゲストを次指名してという形でリレー方式でお伝えしているんですが、ちょっとスクランブルということで、建築情報学会生誕祭の前夜祭として、今回だけ所さんにお越しをいただいております。こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。で、所さんはですね、皆さんよくご存知の、オリンピックのロゴとかをされてるんですが、今回、今この背景にというか、その3つ目の画面に出ている建築情報学会のロゴとロゴタイプを実はデザインを、実はというかいろんなところ言ってますが、デザインをしてくれていて、それに関してもですね、ちょっとこう、生誕祭をやるからには、このマークを作った意図とか、その背景みたいなことを聞いとかないわけいかねえだろうということで、今回ちょっとスクランブルということで、急遽ご登壇をいただいております。今日はどうもよろしくお願いします。お願いします。で、早速なんですけど、このロゴ、どんな考え、意図でこう作っていただけたんでしょうというのも時間ないので、どんどん伺っちゃいたいと思うんですが。ですね、画面共有はしても大丈夫ですか？お願いしまはい。す。ちょっと自分の、今日はレクチャー形式の建築情報会ちゃいます。あ、そうですね。これはイラストレーター使う方だったら、あれ、わかると思うんだけど、コマンド Y って状態ですね。これで、もロゴで欲しいな。まあ、これはそのままお渡ししたやつを、その、コマンド Y にしてもらえばできるんだけど、あのーですね、まあ、アンカーポイント、全部正方形なんですよね。そうですね。で、ちっちゃい玉っていうのは、半分にしたもの。まあ、だから面積が4分の1の状態で、これはあ、落ちちゃった。落ちますね。あ、でも、めげません。保存して、ごめんなさい。もう、ごめんなさい。本当にギリギリまでやってますね。で、等幅とか等幅って言われる、同じ、文字なんですね。5×3 の15個の大きな玉だけで一応なんとなく ABC が書け始めるんだけど、M とかっていうのがちょっと厳しいんですね。3×5 だと。ね、普で、通電卓のああいうアナログのやつうん、で難関になるところですよね。そうですね。で、まあ、そのインフォマティクスっていうのがもちろんコンピューターは使うっていうことを考えると、まあ、いわゆる僕が子供の時から思ってたデジタルってものは表現したかったのですね。で、デジタルの場合、昔 IO っていうのかな、コンピューターの雑誌とかあったと思うんだけど、まあ、1か0かみたいな、オンかオフかみたいなものの、まあ、次の段階として、なんかその途中をつなぐものみたいなのが出てきてもいいかなと思って、僕、すごい好きなのが、N、インフォマティクスの N。で、こう、でかく見るとちょっとすごく不安になるんだけど、あ、ちゃんと N に見えるなとか、で、いろんな解釈があるんだけど、まあ、O がぐるっと回るときだったりとか、M って結構小賢しいことしてるんですね。だから、ちょっと読みにくいかもしれないけど、読む方もそういうルールとか律とか読み取っていただければ、まあ、問題なくいけるであろうと。で、AIS って、まあ、自分でやりながら考えていったときに、これやったことないんだけど、一番最初に思いついたのって、なんかこういう、なんか日本的なものっていうのもいいかなと思って、これ何かっていうと、これ 3×3 の、四角形。これ 4×4、5×5 っていう、あれ、アルキメデスでしたっけ？3の事乗足す4の事乗の。ピタゴラスの定理ですけど、あ、ピタゴラスか。あ、そうそう、僕、そのぐね、らい、なんか本当こう、なんかのし紙になってますね、これ。そうですね。なんか、で、普通ね、建築家協会とかって、J がつきますよね。JIA とか。うん。これがないっていうのは、どんどんここが中心になって、世界
とどう組むかの興味あって、最初はこんなことも考えたりとか、まあ、ひし形をずっと考えてるので、こんなサークルを作るみたいなことを、ちょっとビルドボイドっぽいですね。そうですね、まさにまさに。あ、そうそう、これはね、ちょっとビルドボイドに取っとこうかなと思って。取っとかれた。うん。あ、ちょっと時間あるかどうかわかんないですけど、ビルドボイドってこういう動くものそうです。後で。所さんがずっと昔からやってる立体なのか、ね、こう平面なのかよくわかんない不思議な生き物ですよね。そうですね。うん。で、まさにこれはそういう、ひし形で、できたものだったりとか、で、そういうことやってるときに、あ、なんかこれ綺麗だなとか思ったんですね。うん。その、範囲がわかると。そうですね。玉の数が一緒と。で、これはね、ぐるっと一周しないんですよ。割り切れない数になっちゃって。でもう、この時に、まあ、要するにアンカーポイントとかをこう、くっつけていれば、玉の数が一緒って子供にも分かりやすいですよね。3足す、あ、じゃない、3×3 の9足す16は25だよとか。で、てなことやってるうちに、やっぱりドットがいいなっていうのと、あと、もっと前に建築情報学科のことを聞いて、受けたいな、でも2020はちょっと時間ないなみたいなことを思ってたんだけど、ドーンって開いちゃったっていうか、まあ、多くの展覧会が潰れちゃったりとかして、でコロナのことも考えるとか、で、そのディスタンスってことで、こう、なんかドットのパターンってよく作ってる時期もあるんだけど、間隔が空いてるっていうのがまあ一つ定義かなと思うんですね、ドットって。ディスタンスがあると。うん。だからちょっとでも光景変えると全然違う印象になるし、でもそこら辺はパラメトリックにいじれると思うんですよね。で、あと、こういうふうな、1、4、この場合9か、16みたいな、なんかこういうニューメラルみたいなこともできるかなと思ったりとか、で、こういうのを応用すると、今のロゴももっと無限にバリエーションあるわけですね。そうですね、いっぱいあると思います。あと、1個が大きくなると他がちっちゃくなるみたいな、うん。いわゆるこうパラメトリックな動きっていうのは、気が合う方と組めばいつでもできるし、堀川さんでしたっけみたいな、もう天才がね、いるわけですから。なんか堀川がなんかマジックワードみたいになってますね。もう堀川っああ、ていうとこうプぶっログラミングが出て込めばなんとくるみたいな。かしてる。そう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 。でも、この辺の話っていうのは、解像度だったりとか、僕が建築勉強してるときには、思ってもいなかったようなことっていうのが今起きてるわけだから、なんかその次の世代にも向けても、まあ、新しくはないかもしれないんだけど、普遍的なものを、作って収めることができればいいなと。で、ぐる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 考えてるうちに、まあ、だからこういう案もあったんですね、最初は。で、これがカタカタ変わっても全然構わないと思うし、ある種のカウントダウンになるとか、これもいいですね。そうですね。で、まあ、最終的にこれにしたのだけれど、まあ、要は0と1の間っていうのをちっちゃな粒で表現したいっていうのが思ったもんですね。で、まあ、その頃、そうだそうだ、あの、こんな日がありましたよね。ブラック・ライブズ・マターのとか。だから、そうですね。その頃ですね、これね。まさにですわ。メモ代わりになんか使ってるのかもしれないんだけど、ちょっと組んでみようとか、なんかこんなことを知ってましたね。で、ABC の こ M、のストライプバージョンむっちゃかっこいい。これね、まあ、これ要するに、まあ、定規みたいになってるだけうなんだけん。ど、そうそう、たまたま作ったこういうジグみたいなのがかっこいい時ありますね。うん。で、まあ、まあ、多少変えてもいいかなとは思っていて、でも、助けになったのが、もう一回と 3×5 のでかい玉で書けない M をどうするかとか、N ってちょっとしんどいんですよね。大文字で書こうとすると。の時に、このちっちゃい玉っていうのが出てきた感じですね。だね、から、本当4分割とかそういうすごくカチカチしたことしか使ってないのにちゃんと斜めの線が複数のバージョンとかこう R とかこう曲線が見えるの不思議ですよね、すごい。そうですね。今更になってちょっとミスを発見しました。まあ、そういうのも、まあ、誰が直してもいいわけですしね。ああ、気持ち悪いことが起きますね。あとやっぱり、同時に数字をやりたいと。
大丈夫ですよ。はい。この辺使ってないから。大丈夫です。改めてお送りいたします。で、例えばエレベーターとかのドットって、5×7 が多いのかな。高さが7かな。1階、2階とか。あと、漢字を書くとき25かな。縦方向が、僕、山手線とかなんてガーって流れるとか。だから、難しい漢字とかよく書いてるなと思って、昔ゲームの黎明の頃とかって本当にこうグリッドがあってそこにドットに色つけてドッターっていうね職人さんっていうか上手な人がいたって話聞いて面白いなと思ったんだけど本当にこう 16×16 ぐらいでカタカタ動くみたいなねの時に奇数の方がやりやすいとかってまあいろんなルールがきっと出てきたんだと思うんだけど数字の2とかって、まあ、ここまでしなくてもいいんだけどなんかこれはこれで一つのアイデンティティになるかなと思ってたわけですね。で、えっと、なんかね、不思議な流体感というか、こう、時勢流体っぽさが出てくるの面白いですよね。特に数字になると、こう、ぬめ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 動いてそうな動きの感じが誘発されるのが。そうですね、止まってるんですけどね、8とか、なんかいい感じですね、こう見ると。だから、豊田さんにやっぱやれるって言って、まあ、他の方にやられたくないっていう非常にわがままな気持ちでなんか滑り込んだ感じはしましたね。でも、これはその本当に動きに関してとか、例えばこれが奥行きがあったらどうだろうとか、いくらでも広げられるのかなと、別に今はもちろん立ち上げるのが、急務だったと思うんだけど、もうちょっとこれを、ほじくるみたいなスタディも、インフォマティクスの中で面白いかなと。そうなんですよね。これ本当は、このグラデーションも綺麗。うん、でも、こう、本当、こう、アルゴリズムに落とし込んで、こいつらがニュルニュル変わるとか、そのロゴもどんどんオートマティックに変わるみたいのは、やりたいやりたいと言ってて、みんな立ち上げ準備で全然そっちに行ってなくて、うんうんうん、どなたかそれやってくださる方求むって感じですね。そうですね、そうですね。で、僕が作るものっていうのは、まあ、全然新しくもないですけど、古くもならないっていうこともあると思うんですね。だから、焦ってはいないんですよ。で、これとかはたった何段階だ ?1、2、3、4段階。だけでもこれだけの不安とした浮遊感っていうのかな。で、透明感みたいなね。うん、バックグラウンドをこういうことにすると全然違うでしょう。こういうのも綺麗だなって思ったりします。で、なんか、とかこう、全部いられでやるんですよね、所さん。そうですね。あの、いられて結構いい加減だから、マセマティカみたいのに落とせばもっと正確にできると思いますし、CAD で書くべき、まあ、ものなのかもしれないですね。もともと自分はミニ CAD の時代に、設計事務所にいて、そうそう、昨日調べたんだけど、僕、父が買ってきたのが 2FX だったんですよ。所さんのお父さんは、実は建築家で、そうですね。で、はい。母がインテリアって、まあ、コテコテのよくあるパターンなんだけど、サラブレッドじゃないですか。でもまあ、もちろん彼らのことを尊敬してましたしね。で、ある時が90年か。が多分ね、2FX の筐体がでかいやつ。うん。で、僕がその後 A とかに行ってる間に、パワー PC とかが出たのかな。僕は絶望的で、頃、何かのバグがあるみたいな、もう自分がもう絶対直せない世界だったりとか、だから本体のミスなのか、2FX の問題なのか、ミニキャドの問題なのか分かんないみたいなね、時期が長かったから、まあ距離も取ってたし、でもまあ打っちゃ使うみたいな、不思議な世代なんですよね。僕、豊田さんちょっと上ぐらいかな。69年なので。だから、よく、田中宏也さんとか松川さんの世代が95年、95年って言うでしょ。羨ましいなと思うんですよ。だからその5年でそれだけ変わると。で、今も
2020で2025、もっと変わるでしょうね。で、豊田さんがおっしゃるそのコモングラウンドとかって僕まだ理解できてないかもしれないけど、まあ、変な形で、変な距離感で、この辺りにいたので、ウルトラアナログだとは思ってるんだけど、なんか楽しくこの辺はできたというか、まだ作ってる最中って感じもありますね。で、えっと、ニューメラルっていうのが、まあ、もちろん1234ってのを作ったんだけど、この辺が、なんかまあ、親指が1で、人差し指が2でみたいな、で、これで3で、4、5、6、7、8みたいな。で、お父さんに、お風呂100まで数えなさいみたいな感じで、これで31まで数えなさいみたいなやつで、ちょっと覚えてて、あ、いいなと思ってて、だから、ここにあるやつとかは、まあ、1、2、4、8。8っていう、この書き方が面白かったかなと思うんだけど、で、16みたいな感じで、どこまでパッとちっちゃくなった時読めるかみたいな意味では、これが8、16×16 か。2頃ですね。これちょっとこれないとして、1、2、3、4、5、6、7、8みたいな、これはね、この並びも綺麗だなとか思いつつやってたって感じですね。何見てもなんか建築情報学会に見えちゃうみたいな世界観っていうのは作れるかなと。所さんって本当こう、いつもアナログだ、アナログだって言うんですけど、道具はいられじゃないですか。はいはい。で、ガチにやっぱりコンピューターじゃなきゃできない使い方してるんだけど、確かに一手一手のこのバイナリーのこの進行のこの細かい一手をここまでこう、アナログにこう舐め尽くせる人って本当にいないだろうなと思う。毎回こういうの見てて思いますね、本当に。ああ、ついついこう、ロジックの先に行っちゃうんですけど、うこのん。小さな一手を、そのバイナリーの隙間をちゃんとこう覗き込むみたいな、すごいですよね、これ。でもなんか例えば僕は、そのさっきのトラウマっていうのは恐怖心だったりもするんだけど、いつでもなんかこう、そのビルドボイドってね、まあ、こういうもの、何で作ってるかって、紙と、まあ、ハサミとテープ。ちなみに興味ある方はこれを購入するといいと思います。3M の 243J プラスってやつですね。安いです。で、コンピューターはコンピューターのこういう使い方するけど、これはこれでずっとやってたいと。で、豊田さん周りはもうみんな知ってるのかもしれないんだけど、まあ、こういうことをやっていて、例えば若い世代だと田中宏也さんだったりとか、舘先生だったりとか、田中先生の下の平本さんだったり、大島さんだったり、まあ本当に建築家ではないけど、そのアーキテクチャルインフォマティクスを支えるだろう人たちに背中を押されてた感じもあって、それ会うきっかけがなんかこれだったかなと思うんですね。なので、これはね、本当に最近、ひろやさんの学会のでみんなでグループ YouTuber みたいな学会に参加するっていうのがあって、4DFF ってファンクショナルな、えーっパブリケーションですね。の時になんかね、開け始めちゃったんですよね。なんかもうパンドラの段ボール開けちゃったみたいな。だから、今日はなんか、まあ、ほんのちょっとなので、あれなんですけど、まあ、全部ひし形の話だったりするんですね、この辺が。で、終点をつければ、どう見えまごめんなさい、これもいいか。こういう状態ですね。うん。2020年の、チェッカーの資格ができたりとか。アナログにオリンピックロゴのユニットができるということですね。そうですね。
そうね、建築をもうサラブレッドな環境で建築勉強してたのになぜこっちに行ったんですか？一つは、僕は芸大行きたかったんですね、建築で。で、やっぱ無理で、もう周りの凄まじい優秀な人たちっていうのを、予備校で集結するんだけど、当時は17人中16人が夜ゼミの造形ってところで、もう王道ですよね。そうですね。今、心理とかいろいろ分かれたと思うんだけど、懐かしいな。予備校の話まで、でも、遡りますね。で、自分がその美術ってものに足突っ込みたいっていうのは、なんか、一番やっちゃいけないこととして子供の頃からなんかあったんですね。で、建築っていうのはもちろん好きで、いわゆるモダニズム建築の教育を受けたと思いますね。で、脱走しても全然この学会は学会っていうかな、その建築は揺るぎないだろうと、人数いっぱいいますよね、ものすごく。で、かたや美術の方ってやっぱり25で辞める、30で辞めるみたいな感じで、食える、食えないでいうともう本当ギャンブルみたいなもんだし、僕が決定的だったのが、2001年の911の時に何かくっつけるっていう行為を形にできないかって、本当にその日からガーッと作ってたものが、模様ってものなんだろうなみたいな感じになってきて、でその戸枝さんの後ろのバックにあるパターンとかって本当に単純な、同心円のものを黄金比でコントロールしてるだけなんだけど、これもところパターンなんですよね。これは随分後ですけどね、10年ぐらい前に作ったんだけど、このサイズで見るとまた違うなんか模様見えてきますね。なんか、で、やっぱ911がやっぱりもう30歳だったんですけど、僕は。やっぱり、人生1回しかないし、建築っていうのはもう周り建築だらけだったし、なんていうかな、いやって感じで、でも建築離れれば離れるほど大好きだなと思いますね、やっぱり。で、実際今、東京大学でお世話になっている一つの方は本郷の方は建築学科だったりとか、だからあんまりグラフィックデザイナーって思われる方もいるかもしれないけど、例えば圧倒的に呼んでくれる人は建築家がやっぱり今のところ多いですしね。環お父さん境、の中ではそのやってることの建築と建築じゃないものの境界とか、それって意識としてどういう感じなんですかね。僕はもう本当この辺のコンディションで何ができるかっていうことで、あんまり建築とかそういうことを考えてなく作り始めるんだけど、例えば空間とかっていうことであれば、そのビルドボイドって、そのビルディングのビルドと吹き抜けのボイドなんだけど、この中にこれはキューブが入ってるみたいなのが、すっごくエレメンタリーのレベルの建築が使う空間であれば、すごく大切にしてますし、で、それが幾何学っていう、積み重ねで、自分が分かんなかったことっていうのの補助道具みたいな感じで作ってるのかな。なんかでもこういうものを折りたたんで、ドーンと月に行って、バンって開くみたいなことができるのであれば、そういうのは本当に頭の中に本当に考えてますね。深海の中にケージを作るとか、なんか、ヒューって、行って、で、バンって開くみたいなね。それはね、忘れようと思っても、やっぱり子供の時の夢みたいな感じで、考え続けてますね。本当、さっきも言ったんですけど、所さんってこういう平面、トポロジーが平面になる瞬間とか、平面が立体になる瞬間とか、何かすごくエレメンタルな空間が建築的になる瞬間とか、何か質がトランジションする瞬間のその裂け目をすごく丁寧にこう紐解いて、そこをもう握ったら離さないというか、そこがこれだけ掘れる人ってなかなかやっぱり建築とか建築情報学みたいなことに興味ある人って
そういう複数の次元とか世界に興味がある人多いんだと思うんですけど、このエレメンタルのところの隙間をこれだけ掘れる人って本当に僕他に知らなくて、すげえなと毎回思いますね。あの他の国ってどう言ってるか分かんないけど、日本って数学の前って算数って言いますよね。要するにエレメンタリーマセマティクスかもしれないし、美術と図工って言ったりしますよね、そういえば。で、図工がエレメンタリー美術だとは思わないんだけど、そういった意味では、エレメンタルなとこっていうのも、まだまだ、なんていうかな、掘れるとこってあるような気もしますし、数学で一番難しいのは整数論だって言いますもんね。ああね。で、そういった意味では整数比にしたいとかっていうのは、これね、例えばアーキテクチャルって置いたときに、ミスを探しやすいんですね。こうしたときに、全体が今63.75とか48.75とかがずれてると、あ、俺なんかミスったって分かったりとか、そういう意味で、これ整数じゃないけど、いつも50%とか200%とかだけしか使わないとか、あと黄金比だけとかね。でも黄金比はどうしても0.9999とか、1にはなってくんないから、いられの中では。数学者が使うものは大丈夫だと思うんだけど、なんかね、僕はだから、それって何だろうとかって考えてめちゃくちゃ遅いんですよね。それね、CAD とかやってる人も、ちゃんと紐解くと正確な Q じゃなかったりみたいな話が現実にはいっぱいその中にあって、それちゃんと考えるって、すごく大事なことだなとは、毎回思うんですけどね。なかなか飛ばしちゃいますよね、普段は。で、もうあれですね、あと3分ですね。一応、最後に所さんなりにど真ん中で関わってはいただきたいんですが、建築情報学会に対して考えることというか、思いというか、期待というか、提言というか、なんか一言いただけると。はい、僕、多分建築学会にも、建築家協会とかにも、こういう情報を扱う部会ってあると思うんだけど、改めてこういう、AIS って今日ちょっと言いますが、AIS が、他の分野とつながるっていうのかな。思いっきりコンピュテーションな人だったりとか、僕みたいなすっごい外れなんだけど、なんか縁がある人だったりとか、ハブとしてすごく車屋さんだったりとか、それこそゲーム屋さんだったりとかみたいな、建築学がつなげることってもっとあると思いますし、でも、それ以上に AIS というのが今、特にコロナがあってからの、じゃあどういうふうに都市がなるかとか、その AI 実装みたいな時に、良い感じで旧来の建築学会とかと組んで、大きなハブになる。例えば川田トムさんとかが三田にいるのとこっちにいるのって絶対こっちの方がそぐうと思うし、入ってもらう予定なんですけどね。そのやり取りを見て思ったんですね。三田がダメって話じゃないですよ。三田にも入ってもらいたいですけどね。だから、そこら辺の意味では、建築と数学の間、建築と美術の間とか、あと解像度って意味では、モニターであったりとか、昨日ちょっとだけプロメテウスかなんか見たんですけど、5分ぐらい。バッてこう、ホログラムみたいなのが実装されてる世の中ですよね。だから、ああいうのもそういうことかもしれないし、で、点群みたいのっていうのが、なんか本当に小学校とかでみんなでやってみようみたいなね、の時には絶対 AIS が中心に、中心って考えももうないのかもしれないけど、なんかその、ハブっていう言葉でいいんですかね。そうね、ネットワーク、つなぐプラットフォームというか、境界をいかに設定せずに動かしていくかみたいな、でも一つの拠点っていうのがいるっていうことなのかなとは思いますね。だから今、本当に、ある直感でこっちの方来てる若い人たちっていうのがすぐ中心になると思うんですよ。だから案外高校生とかで興味持ってる人、例えば人によってはそのオードリー・タンみたいな人で中学生の時にもうガンガンこうプロとやってたわけですよね。みたいな窓口になったりとか、
僕自身への戒めなんだけど、本当これ英語でやったらこう書けるいくつにもなるわけですよね。だから本当に台湾の天才だろうが、ガテマラの、俺なんかついガテマラって言っちゃうんだけど、まあ、遠いとこっていう意味なんだけど、アイスランドとかね、そういうとこと真っ先につながれるのがこういうインフォマティクスなのかなと思ってますし。そうですね。場所と領域とどっちもちゃんと広げてつなげていきたいところですね。でも JIA が青山に場所ができたみたいな外苑西に、なんかある時でっかいテントとかあって、行くと誰かがレクチャーしてるみたいなのが10年後とかあったら面白いですね。頑張りましょう。頑張りましょう。はい。じゃあ、すいません。所さんの話だけで30分、あと2時間ぐらいいけそうな感じではあるんですが、30分という決まりなので、今回ここで所さんの話は終わりにさせていただきたいと思います。本当に今日はありがとうございます。で、はい、これ、ビルドボイドですね。覚えておいてください。で、いくつか告知を、一応前夜祭という扱いなので、スクリーンシェアいただいてもいいですか。画面停止します、共有。はい。はい。今ですね、見ているように、建築情報学会がいよいよやっと正式に発足します。で、発足にあたって、設立記念、あと、それと同時に、立ち上げメンバー、いろんな人がたくさんの時間を使って準備を進めてきたんですが、学会設立と合わせて、やっぱりその教育というか、いろんな基礎の共有概念をちゃんと作ることからしかこういうものって動かないという信念のもと、教科書というか、ガイドブックというかという形で、建築情報学へという本の編集と執筆もいろんな方にいただいて、今、最終の調整をしています。これ12月に発売ができるんですが、これの出版記念と学会の設立記念を、兼ねて生誕祭ということで、来週の月曜日、11月30日を初日にして、12月の16日までの間の、約2、3週間、生誕祭として5回連続のイベントを行います。なので、こちらぜひ皆さんに、登録をして、無料なので、登録だけ必要なんですが、無料なので、毎回、だいたいここに出ているように、17時半とか17時スタートのイベントが5回ほどあります。第1回は設立総会、これはもう発起人の方たちのクローズなイベントなんですが、そこで正式な設立を経た上で、全5回のイベントを打っていくことになります。こちらぜひ今いろんな形で告知が出ていますので、ぜひ皆さんにも、見ていただければというふうに、思っております。一応ですね、ざっくりと第1回が11月30日の17時半から、第1回と第5回が学会に何ができるかっていうことのイベントになります。第1回、落合陽一さん、ゲーム AI の、三宅陽一郎さんをゲストに迎えて、今回理事に今候補になっている石津優子さん、坂井康さん、MIT から今、国際参加ですが、杉田壮さんで、僕がホストになる形で、学会がどんなことやったらいいのという話を第1回でやるとですね。第2回、第2、第3、第4回が、どちらかというと書籍が3章立てになっていて、その3章立てにざっくりと対応する形で、第2、第3、第4回を想定しています。なので、書籍、12月後半になると思うんですが、上程前に大体どんな内容入ってるのっていう話をちょっと先駆けで聞きたい方はここをしっかりチェックしていただきたいと思うんですが、第2回が建築情報学会学への第1章対応で、そこにも執筆している方に大野祐介さん、岡根月さん、佐久間洋二さんに、登壇していただいて、第1章の編集責任者の石澤さんがホストになってお話を聞くという形になります。第3回が同じ話で第2章に対応して、もうちょっと、広い視点から、イヤマスの小林先生とか、メソンの、AR おじさん、小林さんですね、早稲田大学の玉木さんに登壇いただいて、第2章の編集責任者の日経設計の角さんがホストになって、じっくり2時間、1時間半お話をいただくと。第4回が第3章で、第3章をより拡散するんですが、こちらはですね、がっつり中で建築情報誌とか、BIM の教科書とか、そういったことをしっかり書いていただいた、執筆陣に集まっていただいて、この本の中身と意図と可能性を、
座談会的に話していただく会になります。で、最終第5回が、今のところ、正式承認はまだ、総会でなんですが、一応、学会の初代会長に池田先生になっていただくという形で今、候補としては調整が進んでいまして、この池田先生がホストになる形で、学会の立ち上げをかなり中心的にやってきていただいている方、もしくは今、理事の候補として、仲間が上がっている方たちに集まっていただいて、今後のあり方と役割と責任と、可能性とをがっつりディスカッションしていくような形を予定しております。この学会立ち上げ、今まだ正式な法人になるのはこの後なので、なかなか立場難しいところはあるんですが、本当に多くの企業の方にご協賛とご理解をいただいて、今活動ができている形になりますので、これなんとか、立ち上がったといってもまだ体制整ってないので、来年3月いっぱいぐらいまでまだ準備といろんな体制とか方向性の研究学業を続けていくことになると思います。そのための資金を今ここに出ているような多くの企業さんに資金援助をいただいてやっていく形になりますので、皆さんもですね、これから、どんどん活動の領域が広がって、いろんな人の形、手とか知見とか、貢献が必要になっていくことになると思いますので、ぜひこのイベントにも参加していただいて、かつ、どんどん加わって中から関わっていただければなというふうに思っています。すいません。だいぶ長くなってしまいましたが、改めて所さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。学会の方もぜひまた改めてよろしくお願いします。あと、なんか若い人で、さっきのドットの研究とかね、動かしたいとか、なんかそういう人、腕に自信ありみたいな人いたら、なんかそういうのもいいですよね。そうですね。ぜひ、ハッシュタグ付きで、ツイッターとかに上げてもらえると、おお、動いてるっていうのを、所さんからの拍手が多分届くと思うので、あ、僕はあんま絡まないかもしれないけど。でも、よろしくお願いします。でもなんか本当に広げることできると思うし、つなげることできると思ってます。はい。で、最後ですね、この建築情報学会チャンネルを毎週、各週の木曜日の夜で行っているんですが、今回だけちょっとスクランブルで、直前、生誕祭直前で所さんに入っていただきました。で、次回なんですけれども、生誕祭が年内いっぱいほぼ続くので、しばらく生誕祭を中心に進んでいって、情報学会チャンネル自体は年明け再スタートになります。前回が、北九州の、藤田さんが、ゲストだったので、藤田さんがホストになっていただく形で、実はその次回の年明けのゲストが秋吉さんですね。今、もう建築界周辺でブイブイ言わせてる、秋吉後期がやってきますので、ご期待で、待っていてくださいということで、このお話は終わりにしたいと思います。改めて、所さん、どうもありがとうございました。秋吉さん、藤田さんもよろしくお願いします。です。